皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回は機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンより HG ナイチンゲールを全塗装していきたいと思います。2014年に発売されたリボン100以来のキット化で初の HG 化。価格は7700円と HG にしては高額なキットです。100が8800円なんで実は1000円程度しか違わないんですね。見ての通り箱もめちゃくちゃでかいです。そんな誰もが待ち望んだキット、そしていろんな意味で注目を集めたこのキットを早速気合い入れて作っていきたいと思います。それでは行きましょう。それでは箱を開けていきます。でかくて開けるのも一苦労。中身はこんな感じでぎっしり袋が詰まっています。数えるのもめんどくさい。中に仕切りがあるのが多い証拠ですね。ちょっとランナーを並べてみましょう。このキットは全高約21センチ、横幅40センチの化け物。これでモビルアーマーではなくモビルスーツという位置づけですからね。ランナーの置き場所がありません。こちらはリアスカート。一つのパーツで構成されています。手に収まらないデカさです。PGU のガンダムにもこのサイズはありませんでしたからね。ファンネルを格納するバインダーもでかい。シール類はホイールシール、マーキングシールが付属しています。いつもよりシールの縁が結構狭くなっている気がします。そしてエフェクトパーツ。最大出力時のビームトマホークは新規造形されているみたいです。それでは仮組みしていきましょう。このナイチンゲールは小説機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンに登場する新生ネオジオンの総帥であるシャアーズナブルの専用機です。もともとナイチンゲールは劇場版アニメ逆襲のシャアにおけるサザビーに相当する機体なので、小説ではサザビーというモビルスーツは存在しません。なんだかややこしい設定ですよね。同様に劇場版の役と動画的機体が小説ではサイコ動画になってます。実はこのキットのパッケージにちゃっかり写ってます。もしかしてキット化かな？あまり詳しくないのですが、小説での扱いや末路などは劇場版と大まかなところは同じらしいです。しかし小説版では明確にニューガンダムより性能が上と設定されているそうです。まあこの大きさじゃそうですよね。それにしても下半身だけでこの大きさ。なんか象にも見えますよね。そんなこんなで仮組みが完了。大きいことは分かっていたのですが、実際目にしてみるとその存在感に圧倒されます。胸部にはメガ粒子砲のギミックとバルカンがあります。ちなみにこの時代の実弾装備は珍しくエース機にしか装備されてないとか。頭部は開閉することができます。恐怖を感じるバインダー裏のパーツは閉じるギミックがあるのでご安心ください。それにしてもこのキットのバーには40個近くあるみたいです。大きさ比較に HG クシーガンダムを並べてみました。高さはあまり変わらないのですが、横幅と奥行きが全く別次元です。いや、置き場所に困りますね。全体を見るとこんな感じ。リアスカートのランディングギアが今にもターンテーブルから落ちそうです。それくらい巨大なキットってことですね。それでは早速塗装していきたいと思うんですが、コンセプトはシャア専用機ですからわかりますよね。まずは気になる合わせ目から処理していきたいと思います。毎度ながらプロペラントタンクと腕の関節部分にあります。装甲のパーツは面倒なのでこのままディティールにします。頭部のこのパーツもそのままにします。このパーツは影響がなさそうなので合わせ目をしっかり消していきます。ミスターセメントスーパーパワーを使います。隙間を空けて接着剤を流し込んでいきます。
この接着剤はすぐ乾いてくれるんですが、長物だと全てに流し込んでるうちに乾いてしまうんですよね。なのでこういったパーツの時は違う接着剤の方がいいかもしれません。でかいプロペラントタンクは別パーツを挟み込んでいるんですが、このまま接着して後で塗り分けたいと思います。渾身の力を込めて押さえ込みます。これでも合わせ目が消えてない時ありますからね。このパーツも握りづらい。接着剤が乾いたらこれらヤスリ類を使って整えていきます。まずはセラミックカンナを使って大まかにむにゅっと出た樹脂部分を削っていきます。ある程度削り終わったらスポンジヤスリの400番から徐々に整えていきます。このパーツは1000番までかけていきます。消えてますかね。埋もれてしまったパネルラインもゴッドハンドの目立てヤスリで復活させていきます。上が処理後です。この状態だと消えてるんですが、塗装してみないと分かりませんからね。まあでも目立たない部分なんでよしとしましょう。関節のシーリング部分は後はめが難しそうなのでディティールにしたいと思います。合わせ目の角をデザインナイフでカンナ掛けしてヤスリで整えていきます。左が処理後です。シーリングの部分なんで宇宙服みたいな感じですかね。縫い目みたいに織り込まれているところあるはずですよね。そういう言い分です。このパーツもなんかそれっぽく見えてきませんか？表面処理をしていきます。こんな感じのでかいパーツには必ずと言っていいほど引けが入ってますからね。使うのはこれらヤスリ類。さっきよりも細かい番手で処理していきます。深い傷はなるべくつけたくないですからね。まずは旋盤で全体を磨いて表面の状態をチェックしていきます。細かい番手のヤスリは目詰まりが起こりやすいので水研ぎをしています。こんな感じで引けが見つかりました。その部分は800番のヤスリで地道に削って引けが目立たなくなるようにしていきます。ある程度処理したら1000番、2000番、4000番までかけて磨いていきます。ヤスリがけが終わったのがこちら。この気が遠くなる作業を他の外装パーツでも永遠とやっていきます。その他ディティールの彫り直しもしていきます。0.15mm のタガネで慎重に傷をつけないようにやっていきます。こういった丸みを帯びたパネルラインはいつもの3倍慎重に作業していきます。まあガイドテープを使えば済む話ですが、ヤスリがけで繊維喪失しているので許してください。このリアスカートももちろんびっしり引けが入っています。何もしなくても一目瞭然です。走行裏のディティールのおかげです。ここは400番のヤスリで手っ取り早く処理していきましょう。その後同様に表面を磨いて終了です。少しディティールアップしていきます。ナイチンゲールは曲面が多いキットなのでパネルラインを追加するのではなく丸いディティールを追加していきたいと思います。あとお気づきのように今回はキャンディー塗装をしていきます。キャンディー塗装ってあまりパネルラインが目立たなかったりするんですよね。なので省エネでいきたいと思います。まずは 0.8mm のドリルビットで丸モールドを追加。1mm のドリルビットで丸を三角に配置したモールドを追加していきます。こんな感じ。3点モールドっていうんですかね。開け終わったらこの面取りビットでモールドを整えていきます。先がこんな感じになってるビットですね。さっき開けた穴に刺してグリグリ回していきます。
いい感じで面取りができてますね。他のパーツはこんな感じ。面取りをするかしないかで印象が全然違いますよね。さらにもう1種類ディティールを追加します。まずは 1.5mm のドリルビットで貫通しない程度に穴を開けます。そこをこのスピンブレードの 1.6mm で開けた穴の底を平らにしていきます。はい、綺麗なモールドが出来上がりました。そこに Amazon で購入した手芸用の潰し玉を入れていきます。メタルパーツみたいなディティールですね。この潰し玉は 1.5mm 幅なので 1.6mm で開けていれば塗装後も安心ですし、墨入れもできると思ってこの光景にしました。いい感じですね。これで塗装前の準備は終了。早速塗装に移ります。まずは内部フレームを塗装していきます。使うのはメカニカルサーフェイサースーパーヘビー。右が塗装後です。バーニアの内部はガイアノーツのメタリックプリズムスピネルゴールドの変更塗料で塗っていきます。この塗料は赤と金という組み合わせの珍しい変更塗料なんですが、イベント限定品で希釈済みの 15mm しか入ってないんですよね。もっと使いたいんで早く一般販売されてほしいですね。大量に並んだバーニアたち。塗装がめちゃくちゃ大変でしたが、すごい綺麗じゃないですか。外装にも使ってみたい塗料ですね。バーニアの外側はミスターカラーのスーパーチタン2で塗装します。こんな感じです。白やグレーのパーツはナスカスチールホワイトで塗装します。シワの影がわかるグレー寄りのホワイトですね。先ほど塗装した内部フレームは前回同様ドライブラシ仕上げていきたいと思います。塗料は下出るカラーのリードベルチャー水性塗料になります。筆に少し塗料をつけてキッチンペーパーなどで塗料がつかなくなるくらいまで落とします。表面を軽く弾くように塗っていきます。しっかりディティールが浮かび上がってきましたね。バインダー裏はこんな感じ。すべてのドライブラシが終わったら保護する意味も込めて半光沢でトップコートしました。こちら足の裏打ちパーツ。一方向だけに筆を滑らせてブレーキ跡っぽくしてみました。首周りにも細かくディティールが入っているのでこんな感じで活かしてみました。部分塗装でもいいと思うんですが今回は時短ということでこれで完成。早速外装の塗装をしていきます。まずは下地の EX ブラックを塗装していきます。タミヤのジョデンブラシでホコリを払ってから塗装していくんですが、今までエアブラシの空気で払えばいいやと思ってました。でも逆にホコリを回してた気がします。いざ使ってみるとすごく便利。塗装はエッジの部分から塗装して全体に吹き付けていきます。塗装が下手なのか環境のせいなのかあまり光沢が出てないですね。とりあえず OK ということにしましょう。このパーツ、塗装史上ナンバーワンのしにくさですよね。仕方がないので手で持ちながら内側を塗装します。ちなみにハンドピースは前回紹介したアネスト岩田さんのフライヤー SR という商品です。洗浄がいらないのはもちろん 0.4mm 口径なので大きいパーツを塗装するときにはとても便利です。外側も持ち手2つ使いで塗装していきます。もうやけくそで塗料の突出量を上げて一気に塗装していきます。意外といい感じに光沢が出せたと思います。怖がらずに思いっきり吹きつけるのもありですね。続いてメタリックの下地を塗装します。まずは GX アイスシルバー。少し粒子の大きいシルバーになってますね。シルバー2つ目はスーパーファインシルバー2を塗装します。エアーツを押さえて丁寧にムラが出ないように吹きつけていきます。
このミスターカラーのスーパーメタリックカラーは粒子が細かいので比較的ムラが出にくく塗装ができるので気に入っています。黒のパーツは変更塗料のプリズムブルーブラックで塗装してみました。さてナイチンゲールに合うかな。最後にクリアカラーでキャンディー塗装していきます。使うのは GX ディープレッドにガイアカラーのクリアレッドと蛍光ピンクを調色したもので塗装していきます。こちらのパーツに塗装していくんですが、実はさっきのメタリックカラーで塗り分けています。そう、マスキングの作業はカット。すごく地味だし動画が長くなっちゃうのでマスキングは省きました。でもマスキングテープを剥がすのはとても気持ちいいんですよ。そんなことはどうでもよくて、クリアカラーを調色した理由ですが、希色の仕方や塗装方法にもよると思うんですが、ディープクリアレッドが少し発色が弱い気がしたんですよね。でもお気に入りの色なので、比較的発色のいいガイアカラーのクリアレッドと併用した感じですね。まあこれもどうでもいいですかね。今回のクリアカラーの塗装なんですが、ほとんど1回の塗装で十分発色しました。さっきの理由だけではなく、気温が高いせいなのかもしれません。やればやるほど塗装は奥が深いですね。仕上がりはこんな感じ。下地の塗り分けたメタリックがいい感じで質感の異なる表現をしてますね。キャンディー塗装はどうしても一色単になってしまうので、いろいろ工夫して表現を出していきたいですね。憎きこのパーツも気合で塗装します。もうなんかリンゴ飴にしか見えなくなってきましたね。塗装が終わったのでディティールアップしていきます。こちらがクリアカラーをし終わったパーツ。塗り分けもいい感じだし、そこそこツヤが出ている気がします。早速先ほどのモールドに潰し玉をつけていきます。接着剤は模型用のセメダインです。こちらは水性なので塗膜を侵食する心配はありません。爪楊枝で接着剤をつけて潰し玉を中に入れていきます。はみ出た接着剤は水で拭き取れます。はい、こんな感じです。今回はゴールドをつけてみました。続いてシェードカラーナルンオイルのグロスで陰影をつけるのとスミ入れを行っていきます。あらかじめシルバーで部分塗装していたところを塗っていきます。シールドのフィンのところも陰影をつけていきます。最後にデカールを貼っていきます。マークセッターは現役だと塗膜を侵食する可能性があるので、今回は水で薄めたものを使用します。これを貼りたい場所に塗ってデカールをつけていきます。綿棒で水を押し出しつつ圧着させていきます。胸部にネオジオンのマークを貼り付けているんですが、少し大きかった気がしますね。はい、完成です。今回主に使ったデカールはモデラーズデカールのミラーシルバー、そして RG サザビーと逆襲のシャアのデカールです。なかなか手に入んないですよね、このデカール。さらにここにクリアのトップコートを吹き付けてテカテカにしていきたいと思います。クリアコートはガイアカラーの EX クリアを使用します。希釈の溶剤はリダーター入りの溶剤、ブラシマスターを使います。高圧で一気に吹き付けていきます。塗装も終盤なんでフィルターが全然吸ってくれていません。溶剤が見事に舞っています。キャンディー塗装は命を削る作業になるので、皆さんしっかりマスクをしましょう。こんな感じでべったりです。リダーターが入っているので十分に乾燥させていきます。これでエアブラシの塗装は終了。さらに磨き上げていきます。この長谷川さんのセラミックコンパウンドを使っていきます。
専用のクロスにつけて磨いていきます。磨いたらしっかり拭き取ってこんな感じです。どうでしょう。比べるとこんな感じ。右が処理後ですね。ちょっとわかりにくいですね。さらにコーティングポリマーを塗っていきます。こちらは艶出しで研磨剤は入っていません。車の洗車とかにもありますよね、この処理。汚れもつきにくくしてくれるし、静電気も抑えて、ホコリもつきにくくしてくれるみたいです。紙安の文字が反射して映ってますね。いい艶が出たってことでいいんじゃないでしょうか。テカテカです。ここまで来ると愛着が湧いてしまったリアスカート。宝石を磨くように磨き上げました。ほら、こんな感じでいい音が鳴ってます。はい、ということで完成しました。パーツの面積も広いのでめちゃくちゃ大変でしたね。頭部のカメラアイや大型メガビームライフルのセンサー部分には配給パーツの VC ドームやウェーブさんの H アイズを使用しました。それとこちらのガンダムフォワードの雑誌なんかも参考にしてみました。早速組み立てていきます。この下半身塗装が剥げるのが怖くてどこを持っていいのかわかりません。潰し玉のディティールも小さいですが個人的には気に入っています。怖い音がしてますが上半身と下半身をつけてバーニアが落ち着いたバインダーを取り付けます。最後に頭部をつければ完成。シールドのプリズムブルーブラックは悪くないですね。全体的に重くなってるし塗装剥げが気になって慎重に扱ってますがどうでしょうか。今までもキャンディー塗装はしてきましたが一番の出来だと思います。大満足です。今回の作成で多くを学ばせてくれたこのキット再販されるらしいのでぜひ皆さんにも味わっていただきたいです。長らくご視聴ありがとうございました。最後にターンテーブルでポージングを決めているのでぜひ最後までお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いいたします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。